こんにちは。今日は福岡市中央区六本松駅周辺をお散歩していきます。まずは福岡市城南区別府方面から六本松を目指します。六本松といえば有名なパン屋さん、アマムダコタンやおしゃれなカフェが多く、若者に人気な街です。この動画では福岡市営地下鉄七隈線ユーザー歴15年目の私が個人的におすすめのお店やスポット、子育てをされている方に向けた情報をお伝えできればと思います。まず見えてきたシックスパインズサンドイッチーズさん。サンドイッチとホットドッグのお店でローカル番組でも取り上げられており、気になっているのですがまだ行けていないお店です。六本松のある福岡市中央区に入りました。道なりに進むと福岡銘菓チロリまんじゅうのお店が見えてきます。チロリアンというロールクッキーの中にクリームの入ったお菓子が有名です。空港などでも取り扱いがありますので、ぜひ探してみてください。前方に見えるオレンジ色の建物が六本松421です。交差点を渡ると福岡市営地下鉄六本松駅2番出口に着きました。駅の改札階については後ほど案内します。この2番出口の裏の交差点を北に進みます。博多麺ちゃんこ亭がありますね。柏飯唐揚げのポポシャンが見えてきます。こちらもローカル番組などで取り上げられ、行列ができている時もあります。福岡市早良区新井に本店があります。さらに道なりに進んでいきます。信号を渡り右手に見えてくるのが私のおすすめの1カ所目、田中精肉店さんです。お肉を買うこともできますし、ステーキ丼などのお弁当やお惣菜を購入することができます。ステーキ丼は S から L の3サイズ980円から1880円となっています。お肉の量を選べるのも嬉しいですよね。焼肉丼を食べたこともあるのですが、満足度が非常に高いお弁当でした。また店舗で購入したお肉を2階で焼いて食べるイートインコーナーも併設されています。田中精肉店から南東方向に進むと2軒目のおすすめご縁さんが見えてきます。こちらのお店はひな鳥の半身の唐揚げという鶏肉を揚げたものが有名です。魔法の粉という専用のスパイスでいただく鶏肉がとっても美味しいです。お座敷もあって大人数にも対応していただけるお店で、職場の送迎会で利用させていただいたことがあります。ご縁さんから東に1本通りを進むと見えてくる飲食店街が京極街です。こちらもローカル番組で取り上げられています。なかなかディープなお店が多い印象です。こちらのドーナツもとても美味しそうです。京極街から南に進むと3カ所目のおすすめスポット、タバコ屋さんが見えてきます。お店の名前はタバコ屋なのですが、タバコの吸えない禁煙のお店で、パスタの美味しいお店です。国道202号線に戻ると右手には先ほどの六本松421、左手に進むと五国神社や華厳方面になります。それでは地下鉄六本松駅に戻ります。左手にある六本松421は商業施設やクリニック、MJR や SJR などの住居などが併設されています。駅に戻りました。
改札を出て左側に行くと六本松421や福岡市科学館のある3番出口への通路があります。エレベーターがあり、ベビーカーでの移動もしやすいです。ちなみに1番出口にもエレベーターがありますが、動画の冒頭で紹介した2番出口はエスカレーターのみになります。それでは六本松421に入っていきます。1階は八百屋さん、お菓子屋さん、ドラッグストア、スーパー、飲食店があります。その他のフロアはこのようになっています。後ほど2階と屋上に行ってみます。1階のスーパーの奥に私のおすすめ4カ所目の別腹アレさんが見えてきます。個人的な見解ですが、福岡で一番美味しいパスタ屋さんだと思います。六本松以外に明の浜、橋本にもお店があります。単品での注文もできますが、サラダ、選べるパスタ、ガーリックトースト、レモン水、ミニパフェ、ドリンクがセットになっている別腹セット税込み1750円がおすすめです。このパスタはナスとソーセージのミートソースパスタをクリームソースに変更したものです。とても美味しかったです。別腹アレさんのお隣の一角食堂さんも美味しい定食をいただけます。2階に上がってきました。2階は主に蔦屋書店さんとスターバックスコーヒーさん、住吉酒販さんがあります。住吉酒販さんは飲み比べをすることもできます。スターバックスさんのイートインスペースも広く、併設している蔦屋書店さんの本を読むことができます。2階には授乳室、おむつ交換台があります。他にも4階と6階にも授乳室があります。我が家のベビーカーはサイベックスミリオカーボンですが、授乳室にベビーカーで入ると少し窮屈です。おむつ交換台に使い捨てのシーツも置いてなさそうなので、気になる方は持参した方が良さそうです。調乳用の給湯器があるのはとてもありがたいです。屋上に上がってきました。屋上の開放時間は10時から21時です。屋上の北側からは福岡タワーや博多湾を一望することができます。ちょうど画面の中央付近で博多湾が見えます。そして今画面の中央付近に福岡タワーやペイペイドームが見えています。ちょうどアジサイが綺麗に咲いていました。先ほどの反対側からは油山方面の景色が見えます。それでは六本松421の裏側に行きます。まず見えてきたのが鍛冶屋餃子さん、人気店です。お隣のうどん日和さん、こちらもうどんの名店です。全国放送のグルメ番組でも取り上げられた人気店で、何回か行ってみたのですが売り切れで食べれず。さらに通りを進むと見えてくるのがたい焼き屋さんの六本ぽんさんです。そして私のおすすめ5カ所目、松パンさんが見えてきました。松パンのオーナーシェフ松岡さんは福岡の老舗ベーカリーパン中田で修行され、いつも行列の絶えない箱崎の人気パン屋さんパンストックでも働いた経験があるようです。そりゃ松パンのパンは美味しいはずです。六本松のパン屋さんといえばアマムダコタンが有名ですが、個人的には松パンさんのパンの方が美味しくって、お店の雰囲気も好きでおすすめです。お店の方に人気のパンを聞くと、人気ナンバーワンはこちらの食パン、2位はメロンパン、3位はクリームパンだそうです。おすすめいただいたメロンパンなどをいただきました。メロンパンはバターの香りがよく甘すぎず、ちょうどいい大きさで食べやすかったです。他の2つもとても美味しかったです。松パンさんの奥にコーヒーマンさんがあります。こちらもローカル番組で取り上げられていましたが、本格的なコーヒーが味わえるそうです。コーヒーマンさんのお向かいには餃子おそ松さんがあります。お
おそ松さんもかなりの人気店で予約必須、今行きたいお店ナンバーワンです。さあ、六本松421方面に戻りました。 MJR 六本松の1階には福岡のうどんの老舗稲葉うどんさん、オムライスの有名店五穀さんもあります。食には困らない街ですね。さらに別府方面に行くと西公園で人気の今屋のハンバーガーさんがあります。西公園まで行かなくても食べれるのはいいですね。漁師茶屋桜島さんもいつ通っても楽しく飲む人たちで賑わっています。それでは別府方面に戻っていきます。今回の六本松散歩はいかがでしたか？これからも福岡のおすすめスポットや観光情報をお伝えしていきます。ご視聴ありがとうございました。